階段しかアクセスできない家が何軒もある。出た、崖屋建築。崩れたんだな。これは天坂の住宅地ですよ。天坂の住宅地を歩く横浜編をご覧になった多くの方々から、今度ぜひ横須賀を歩いてみてくださいと勧められていましたので、今回から3回にわたって横須賀の天坂の住宅地をじっくり歩いてみたいと思います。その第1弾は田浦から安神台、吉倉を経て逸見まで歩きます。皆さんおはようございます。マンボでございます。ついにですね、天坂の住宅地歩く横須賀編が始まります。ここは田浦の駅、 JR 横須賀線の田浦、ここからスタートしますが、電車降りましたらね、先頭の1両目と2両目の真ん中までトンネルに突っ込んでるんでドアが開きませんという案内でした。これがそのトンネルですね。あそこもね、トンネルの上の崖っぷちに家が建ってるよ。この辺り三浦半島はですね、台地の地形でありまして、そこをこう浸食された深い谷が入り組んでいると。これをね、谷戸地形と言います。千葉の方行ったり房総の方行ったりすると谷津と言ったりしますが、三浦半島では谷戸。あれ、何これ、ワーゲンバスが突っ込んでんぞ。それかっこいい。これ入れるために後ろ切ってるぞ。素晴らしいですね、これは。これ結構大きいじゃないですか。結構大きいけど車入れない。これはでも車を通すことを前提に作ってますよね、この大きさは。そう、上に 4.5 だけどね。ねえ、もうなんで通してないんだろうな。非常用だな。非常用。このトンネルを抜けると長浦ですね。このトンネルがあると駅を降りてこちらの方にはすっと来れるということかもしれませんが、それにしても立派なトンネルですよ。でも本当谷が狭いね。これが野々地坂です。公園の中にぐるっと回って上に来ると。車を通すためにこうしてるんですね。そびえてますよ。集合住宅。ここ公園になってる。田浦一丁目公園。13峠立橋っていうんだ。13峠につながるからか。出ました。建物よりも高い石垣。石垣じゃねえか。うわ、出た。崖屋建築。これは登り切った尾根道ですね。尾根道は続く。はい。で、こっちに曲がります。これ。ここも月見台だ。本当だ。市営月見台住宅で、この先にですね、尾根の上に市営住宅があるんですけど、地図を見ますとね、1960年代にどうやら作られたようです。ですからこの丘の上の住宅地を作るのに合わせて野々地坂ができているようですよ。
ほら、ここに書いてありますよ。通り抜けはできませんです。2本道路がね、通ってるんです。まあちょっと調べたら、この辺りも結構老朽化が激しいんで、整理するみたいなことは書いてありましたけどね。あ、でもいっぱいあるな。こっちは長屋なんだ。こっちは一戸建てがずっと平屋が並んでいる。うん、住んでる人いますね。車ありますからね。へえ。おお。いやー、いいな、ここ。最高じゃないですか、これ。すごいすごい、ここ。いい。うわー。高低差ありますね。いやー、ほとんど無重だな。でも景色いいじゃないですか、これ。いいよ。さすが月見台。さすが月見台っていうのは、いい場所を言うんですね。あ、いいですね、ここ。これでアースアンカーして、とやって、うん、中にビューって止めて、で、とりあえずこれ止めてるだけだね、これ。踏ん張るものはないですよね。これが踏ん張る。浦賀道。これが保土ヶ谷から分かれて浦賀までつながっている。ちょっと降りてみましょうね。お、フリーフレームの切り開き。そしてここが尾根伝いの住宅地。ここも1970年とかそれ以降ですね。いやー、面白いな、これずーっとつながってますね。あれが猿島？あれ猿島じゃないですか。ねえ。嫁さんもなんか猿島行ってとかなんか。あ、猿島いいですよ。ねうん。あ、谷が深いね、これ。これは野菜販売。藤本ファーム。山岳集落だな、こういう感じがあるっていうのは。昔ながらの手作り梅干しだ。完全これは竹林ですね。なんかこれどこって感じだね。これ静岡県みたいですね、これなんかね。すごいとこですわ。ん？おう。ここはね、上からしか来れない。これがもう降りてくる道だわ。怒ってる。あ、これが100段階段だ。これが100段階段。これが100段階。これが100段階段です。いや、こっから上はもう登れないじゃん。気をつけないと危ないじゃん。なんじゃこれ。こうなってきて。これ使ってないじゃん。この下ですよ。すごいね。100段階段って何のための階段なのこれ。怖いねこれ。怖いよ、これやっぱり持ちながらじゃないと危ない。怖いっすよ。
これ階段の横になんかね通ってるんですよ。谷の反対側に行きますとね、こんなパイプがねあるんです。梅林食堂で一服。お、隣もいいね、これ。隣看板建築の看板が。レンガトンネル。柱はあるし、壁がレンガ。臨港線。費用トンネルです。戦前までですね、田浦の JR、今 JR の田浦駅、その構内から軍事用の引き込み線があって、このトンネルの中でですね、弾薬の積み下ろしをやっていたそうですね。ここにね、トンネル内は線路注意って書いてあります。でこれからこの東長浦の谷からですね、南側の安神台の丘に登ってきます。おやおや、なんか平らな場所になった。大入りになってる。行ってみようか。眺めが良さそうだぞ。何人も写真撮りに来てる人がいました。軍艦スポットとして有名なのかな。私の興味は軍艦でもなければ鉄道でもなければ集落でございます。おお、こっから階段だ。国道16号線。はい、国道16号線上り車線。ここはね、2車線2車線で上りと下りがね分かれてるんですよ。そしてこの横にザーッと階段があります。これを登っていきます。どうなってんの？土のうがいっぱい積んであるよ。めっちゃ土のうが積んである。
崩れたんだな。あれれれれ。これ崩れたんだ。上には道路がある。車が走っとるぞ。おやおや。違うわ。ここにね、谷があって、谷底を車が走ってんだ、横浜横須賀道路から横須賀の方に抜ける道ですよ。今向こうの北側の吉倉の方から登ってきて、この稜線上を越えて、ここから南の谷に下っていきます。いやー、こちらのお宅もここの道に面してるだけだぜ。おー、いいですね。これは天坂の住宅地ですよ。はい、谷底に降りました。石垣。なるほど。ここまでは車で来れる。しかし、ここからは、また登っていくと。行きます。ですね。こっち行きましょうね。いやー、結構インパクトあるな、ここは。これ。おお、開けた。あの山の上に道があるな。これはさっきの高速道路ですね。横横道路から来る道ですね。あ、そっかそっか。これ向こう行ったら先ほど渡った橋かな。おい。この谷は吉倉の谷の上流部分。
吉倉の谷、ここからトンネルでこの丘を抜けます。これです。このトンネルも車は通れないんですけど、割とね、その谷の深いところにトンネルがあって、隣の谷に抜けるようになってるっていうのは、やっぱり防災的な理由なんでしょうね。この斜面もなかなかなもんですな。いやー、よく作ったな、これ。いや、向こうの斜面も大したもんじゃない。あの上はさっきね、歩いたんですけどね。トンネルがあります。深い谷だな。これね、大変なとこ。フリーフレームは使いまくり。この家などはうずくまっている。で、この階段しかアクセスできない家が何軒もある。ね、この直下の家とか全部このね、階段からしかねアクセスできないんですよ。いやはや、うわ、まだ続いてる。びっくりだこれ。まさかの住宅地を歩く横須賀編、やはりね、予想をはるかに上回る内容の濃さです、ね。ここね、面白いんです。これ次回に回しましょう。ということで、ここで終わりにします。次回またお楽しみに。